皆さんはどちらの MacBook Pro がいいと思いますか？はい、皆さんこんにちは、岡祐介です。ちょっとね、前振りが長くなってしまったんですが、今回はですね、じゃん MacBook Pro の16インチのレビューを行っていこうと思います。先日発表されたばっかりで、こんな感じのね、ケースに入っているんですけど、動画クリエイター目線で、この MacBook Pro の16インチはどういった印象があるのかっていうのを皆さんにお伝えしようと思って、こんな感じで収録しております。いやでもね、本当に相変わらずなんですけど、以前もね、ホームポット、Hey Siri、皆さんに挨拶して。はい。そんな感じはいいんですけどね。ホームポットを開けた時も、ケースのこの開けるこの、なんて言うんだろうな。開けた時に、もう嬉しい PC が入っていて、この Designed by Apple in California みたいな感じで、こんな感じ、かなりいい感じに入ってるんですけど、なんかね、本当にスティーブ・ジョブズとかはこういったケースとか、この MacBook Pro が閉まる音とか、本当にそういった細かなところまで、洗練させて作ったっていう話をね、聞いて、やっぱりもう僕は Apple 大好きなんですけどね。はい。そんなことは置いといて、本当にこの商品を開けた時にも感動が待っていますよっていうところは前提として皆さんにお伝えいたします。で、これ正直その16インチってなって、純粋にアップデートしてるっていう認識は皆さんね、わかると思うんですけど、具体的にどのような部分がメリットになるのかってところを、動画クリエイター目線で皆さんにお伝えしていこうと思います。はい、それでは始めていこうと思います。で、この MacBook Pro 16インチのポイントを、簡潔にお話しさせていただきますと、まずは16インチですね。これはもう皆さん、一番なんて言うんだろうな、キーワードとしては大きく出ていたものだと思っていて、16インチ。で、次にキーボードですね。キーボードがシザー式に変更されました。放熱性能だったりとか、スピーカーとかオーディオですね。ここから出る、音質ってものもすごく向上したし、マイクですね。僕がここで喋って収録するっていうマイクの性能もアップしております。で次に、アップデートすることによって SSD の、8TB まで搭載することができます。っていう感じで動画クリエイター目線で今5つかなポイントを皆さんにお伝えしたんですけど、1つずつ解説しますと、まず16インチということなので結構大きくなったんじゃないかみたいな感じで思っている方いると思うんですけど、実際は一回り、サイズが大きくなりまして少しですね。で、高さ、厚みとかもやっぱり今回はね、放熱性能とかいろんな意味で一新しているので、この厚みってものも少し、大きくなってますね。で、重量とかもこの MacBook Pro 16インチだけで 2kg あるので、それもね 200g ぐらい重くなったってぐらいなんで、正直動画クリエイターの僕にとってはどうでもいいかなと思っております。で、モニターですね。ディスプレイのベゼル極端に細くなったと。僕が使っている15インチは結構ベゼルが太くて、実際にこのモニターに映し出される映像ってものが結構小さかったんですけど、これ16インチベゼルがかなり細いので、画面に値する情報量ってのが多いっていう印象があります。次にですね、キーボードですね。これが Apple を愛している顧客からの声を一番汲み取った結果になっていまして、本来ね、僕が使っているものだと、このキーストロークが 0.55mm なんですよ。なので全然押した感覚がないと。けど今回こちら約倍 1mm あるので、押した感覚、この以前はバタフライキーボードだったんですけど、シザーキーボードになったので、例えば、
やっぱりこの押した後にこの返しがしっかりあるので、これがやっぱ本来のキーボードみたいな感じはしますね、本当に。で、次にエスケープですね。これ、僕が持っているものだと、エスケープってタッチバーの中に搭載されていて、画面が固まったりした時に強制終了できなかったんですよ。けど今回このエスケープが16インチになってボタン式になったので、強制終了がしやすくなったっていうのと、あとは矢印ですね。ここが変わってます。矢印マークが、この15インチのものだと、こんな感じで横が大きいキーボードだったんですけど、16インチになったことによって空白ができて、この矢印方向の押しミスがなくなったと。で、これね、横に押すと YouTube とか、このね、動画を見てる方もいるんですけど、ちょっと大川祐介の話つまんねえなと思ったら、この右側ポンポンポンって押すと、15秒ごとに、スピードをね、速めることができるので、もし僕の動画がつまんないなと思ったら、最後までパパパパパって言ってみてください。そのね、押しミスがこのキーボード上でなくなったっていう印象です。はい、次にね、放熱性能なんですけど、以前使っていたものから、本当に放熱性能の仕組み自体が結構大幅に変わっているらしくて、これがサイズが大きくなった要因ではあるんですけど、僕が使ってたこれだと、結構容量の大きいもので編集していると、この熱が本当に溜まっていて、で、PC が落ちたりとか、そういった原因があったんですよ。でもこっちは放熱性能がアップデートしているので、まだ僕はね、編集がっつりしたことはないんですけど、落ちる頻度が減ったらいいなってのは結構思っております。ただね、ちょっと印象としてはね、すごいファンとかも大きくなってるので、ファンの音がね、微量に大きい気がします。そこをね、本当に気にならなければ、特に問題はないかなと思っております。はい、次ですね。これ大事ですよ。スピーカーの音が圧倒的に良くなってます。以前このホームポットで話した時に、この Apple ってもの、Apple Music があって、音にはこだわっていきたいっていうね、このサービスの軸が見受けられたんですけど、やっぱりこの16インチの PC にもしっかりとその感性が宿っていまして、音めちゃくちゃ綺麗ですよ。Hey Siri! バットが、やべえ。No. はい。皆さんね、前回ね、ホームポットでビリー・アイリッシュのバッドガイ流してて聞いたと思うんですけど、こっちでバッドガイ聞いてみましょう。どうぞ。はい。皆さんどうですか？多分分かりづらいかもしれないんですけど、僕正直聞いてみた感想、なんて言うんだろうな。このホームポットって重低音がものすごいんですよ。で、この16インチのこのスピーカー、重低音も聞こえるんだけど、めっちゃ些細な音まで聞こえるんですよ。この領域って、俺音帯で言うとなんて言ったっけな、小さな音まで聞こえるんですよ。で、これ僕の主観じゃなくて、会社のメンバーにも聞かせたんですけど、やっぱりすごい細かな音まで拾っていると。で、オーディオね、右左あると思うんですけど、しっかりこの16インチの PC だと、この両方からしっかり音が出てくるので、スピーカー機能が大幅にアップデートしていると。で、あとね、この PC 内の録音機能ですね。これもスタジオマイク並みに綺麗という話なので、ぜひちょっと撮っていきましょう。じゃあ、今このマイク、スタジオマイクと実際にこの PC に入っているクイックタイムプレイヤーで聞くオーディオ比較してみましょう。それではいきますよ。いいですか？皆さん準備はいいですか？いきます。3、2、1。はい、皆さんこんにちは。大川祐介です。今回はね、Apple、僕が大好きな Apple の MacBook Pro 16インチのご紹介をしたいと思います。はい、皆さんこんにちは。大川祐介です。今回はね、Apple、僕が大好きな Apple の MacBook Pro 16インチのご紹介をしたいと思います。皆さんどうでしょうか？次にですね、これ PC アップデートすることができるんですけど、なので自分の使いたい用途によって、例えばメモリーとか SSD とかそういった部分をね、拡張していただければいいんですけど、動画クリエイター目線として、やっぱメモリー、本当にいろんな編集ソフト、プレミアプロとかファイナルカットで写真編集でライトルームっていろんなものを操作するときには、メモリーっていう部分が大事になってきていて、シームレスな編集ができると。で、最大 64GB まで、搭載することができます。メモリに関しては。で、SSD ね。SSD は 8TB まで拡張することができます。なので、最近は例えば今、
このね、グーパスさんっていうサービスから借りている、BMPCC6K のローとかで撮ったとしても、結構撮影したらすごい 100GB とか一瞬でいくんですけどね。これ 8TB だったら大事な素材とかはもう常にこの PC の中に入れておくことができるので、そういった意味ではかなりそこの部分、メモリー以外の部分でもシームレスな編集が実現できるのではないかなと、個人的には思っています。あとはね、グラフィックとかももちろんこっち、15インチの時よりもアップデートしてるっていうのが現状としてあります。はい。でね、今簡単に要点だけお話しさせていただいたんですけど、デスクトップ PC の方がもちろんスペックは高いと思うんだけど、これ旅先、本当に飛行機の中で編集したりとか、海外旅行とか多い方とかね、こういった持ち運びやすいハイスペックな PC があるとすごく重宝されてくると思うし、僕も MacBook Pro を結局買ったのって、タイのバンコクに移住するって決めた時にこれ買ったので、やっぱり持ち運びやすくて編集できるっていう良さはこの MacBook Pro しかないのかなとは思っています。ただ、Apple ってね、世の中をね、根本から変えるぐらい、iPhone とかね、イノベーションを起こし続けてきた企業なんですけど、この15インチからこの16インチに変わったっていう部分で、単純に、シンプルにね、その視聴者、顧客の声を聞いて反映させたっていう印象がすごく強いなと思っていて、で、今後ね、僕たちが考えていないようなアップデートの内容をすごく僕は期待したいなと思っていて、例えばこの Apple Watch とか、スティーブ・ジョブズじゃなくてティム・クックがいる時代にこういうものが出来上がったし、今後はね、僕すごく期待しているんですけど、例えば AR グラスとか、あとはね、そういったいろんな革新的なプロダクトが僕は Apple さんから見れることをすごく期待している次第になってます。で、なのでこの動画を見ている方でね、もしこの世界で一番大きな Apple という企業が今後どのようなイノベーションを起こしていくのか、どのようなプロダクトを作っていくのかっていうね、皆さんのちょっと声を聞いてみたらね、もしよければコメントで Apple こういうこと出すんじゃないかっていうね、お話をしていただけたら幸いです。今後ね、僕は例えば AR グラスはもちろんあると思うし、あとはシンプルに考えてヘッドフォン、例えばなんて言うんだろうな、AR グラスはアイグラスみたいな感じの、iPhone みたいな感じで名前付けられるのかな。あとはあれか、そのヘッドフォン、アイヘッドフォンとかなんか一意見として、アップルがテスラを買収するのではないかっていう、その M&A は基本的にアップルしないんですけど、そういう形を取れたら、アイカーみたいな感じで、そういったアップルが今まで抱えている莫大な情報量っていうものを使って、世の中をまた変えていくのではないかなっていう、思いもあります。他にね、今、ヘルスケア、この、Apple Watch だと日本はね、そういう法律があるので、測りきれない部分はあるんですけど、アメリカではそこ進んでいて、ヘルスケアとこのアップルっていう部分の組み合わせも今後すごく魅力的なポイントだなと、ちょっとビジネス的な視点でね、お話しさせていただくんですけど、プロダクトもね、皆さんに噛み砕いてレビューさせていただきますし、まずはこのビジネスとしてどういう意向があるのかっていうところはね、僕としてもすごく興味があるポイントなので、レビューだけに限らず根本的なこの Apple についても、お話していけたらなと思っております。はい、じゃあそんな感じでね、この MacBook Pro 16インチのレビューでした。皆さんどうもありがとうございます。さようなら。